こんにちは。大工の翔やんです。今回はウッドデッキです。約2メーターの4メーターの大きさになります。材料は総ヒノキです。ではかかっていきます。まず床材から木取りしていきます。床材は45の120です。今回のウッドデッキは約2メーターの4メーター4メーターの方向に床材が乗ります。実際はもう少し短いので極力短めに切って加工していきます。デッキの床材はヒノキの二間門です。結構二間門地と重みがあります。台に乗せる時でもテコの利用で片方乗せて下げてやれば軽く動きます。でも台から台へ動かす時は結構重いですね。それではフレーナーをかけていきます。床材は長いので結構しわみがあります。極力短く切ってあるんですけども、なかなか1度や2度ではまっすぐなりません。床材の面を取っていきます。床材が手前にあったので、動かすついでに面だけ先取って移動します。それでは骨組みを隅していきます。この横門長手の方向の材料は後ろは掛け材になって、前の方は上からかぶさるような形になります。なかなかこの隅風景を見てもらっても形はわからないと思いますけども、組むとこを見てもらえばわかると思います。骨組みの材料はもちろんヒノキですけども、3号角100号角になります。受け材も塚材も同じ100号角で取り合わせします。その方が少しもロスは出ません。骨組みの100号角も4メーターものなので、まず半分にあらかた切ります。で4本揃えて、一緒に隅していくんですけども、できるだけ両端の敷地が節にかからないように隅していきます。そして並べて一度に大丸で切り落とします。切った小口に見たことのないようなこの木芯が現れました。これ真ん中が腐っているところを何かで埋めたような形になってるんですけども、ただ切った木の真ん中です。珍しいですね。床材の受けを刻んでいきます。奥の方は上からかかるようになって、手前の方は長い木を受けるようになります。逆の構造をつけるようになります。骨組みの長手も刻んでいきます。先ほどつけたほどが上からかかるのと下から入るのと反対の仕事をしていきます。一からのみで掘るのは大変なんで、二度切りで荒掘りをします。
足の塚材を取っていきます。ロマンが面倒なことに勾配を取ってあります。だから作業場で下の部分、勾配の部分だけを切っていきます。で、長さ実寸は現場で平って切っていきます。液剤を切っていきます。先ほどは面しか取ってなかったので、長さにマイナス4ミリから控えめにして切っていきます。控えめというのは入り組んだ三方へこんだ部分につきます。壁はもう吹き付けで仕上がっているので、傷をつけないように4ミリ程度透かしてやります。透かすことによって水はけもよく、床板は腐りにくくなります。最後に床材と骨組みの見える部分を電気ガンナで仕上げていきます。これ外部なので電気ガンナ仕上げにします。電気ガンナも刃を取り替えたすぐは大変綺麗に仕上がります。現場にて前日に塗装をかけてもらいました。骨組みは濃いめに、床材は薄いクリアに仕上げてあります。それでは組んでいきます。仮の塚なんですけども、プラ塚を使います。ネジになっとって高さが自由に調整できます。仮の塚にはもってこいです。もってこいのはずだったんですけども、プラツカが挟むタイプだったので、土台水切りが当たって外れなくなります。だからやっぱり前の方は木の塚で仮受けします。正面の横門が土台水切りに少し当たるので変えています。このウッドデッキは建物には取り付けません。ただこのコンクリの上に置くだけです。台風が来ても飛ぶことはありません。入り組んでいますし、風も当たらないとこです。その方が建物に水が浸透するとか、もし取り替える時でも楽にできると思います。ここで横門の受け材を組んでいきます。奥の方は上刃から、前の方は下から組み上げます。これをした理由は、塚材、足の部分を前から40センチ程度奥の方へ下げたいからです。このように後ろに下げて立ててやります。そうすることで正面から見た時に違和感もなく、腰掛けた時でもブラブラしても足は当たることはありません。足元が軽く見えてかっこいいと思います。塚の長さを測って入れていきます。塚は前もって勾配に切った部分に基礎パッキンを挟みます。基礎パッキンとは基礎と土台の間に入れるパッキン、強化プラスチックでできてるんですけども、これの120角をつけます。これ裏からビスが止めれるようにちゃんと穴も開いています。このウッドデッキは水平に作ります。勾配は取りません。この映像にはないんですけども、レーザーで一応見てあります。サッシからも見てますけども、四隅レーザーで見て、それから真ん中の塚を入れていきます。建物に固定しないので塚を測るのはなかなか難しいです。一本が長くなると片方が浮いて大変です。
これで骨組みができました。汚れはきれいに落として、そして床材の割り付けをします。もともと割り付けをして幅は決めてあったんですけども、ここで改めて印をします。そして床材を置く前にビスを揉んだ時にできる穴の部分をコーキングで埋めてやります。見えないんですけども、水が染み込んで溜まると腐りの原因になります。床材の並び方を自分なりに選びます。床材を並べていきます。慎重に入れないと壁傷つきますし、そのために壁際にはベニヤを挟んでおきます。そうすると傷もつきませんし、隙間開ける間隔も一定になります。チョークラインで隅をして下穴を開けていきます。下穴は釘が通らない程度トンと入りますと、どうしてもそこから水も入ります。ギリギリ釘が通らない程度の穴を開けます。釘はステンの丸頭90を使います。間隔を決めるのに初めは1本しか立てないんですけども、打ち掛けして1枚ずつ奥の方から留めていきます。釘を打つのにインパクトを一回一回持っているのは、奥の方は電気はいいんですけども、隙間が暗くなって見えないんで、このインパクトの明かりで印した隅を今覗いているところです。新しいインパクトにはライト3つもついていて、こういう時は明るくてもってこいです。反対側も間隔を決めていきます。間隔を決めている釘も打ち込みません。最初に打ち込んでしまいますと、もし不具合ができたり傷があったりとか、その床板は外すことができません。きちっと決まって、これでいいなと思うまでは頭は沈めません。そして全体に通りを見て全体の間隔を決めていきます。真ん中は印はしてないんですけども、自分の目で間隔を決めていきます。そして間隔を決めて通りを見たら、もうあとはひたすら釘の頭を叩くだけです。チョークラインの後はしっかりと拭き取ってやります。割と塗装をかけても薄く残ります。クリア仕上げのヒノキ材にステンレスの丸頭釘、上品で綺麗ですね。
これで総ひのき作りのウッドデッキできました。形はシンプルですけども、こう高さといい使いやすそうですね。以上、薬のしらでした。